和夫の援助で日々の生活を何とか持ちこたえていたが、それだけで生活していくのは難しくなってきた。一日中3人でこなしても慣れない作業で基板の売り上げは一向に上がらず、和夫が田舎から持ち出した出産費用や当面の生活費もあっという間に底をついた。久美、ちと話があるきゅ。やっとありつけた夕食を終え、和夫は話を切り出した。何？どうしたん？一足早く仕事を切り上げていた久美が答えた。父さんは手伝いやめて働きに出るきゅ。なんで？おまんも分かっとうやろけんど、このままでは高明や網まで犠牲にしてしまうんぞ。いつまでも3人で同じことしてたら生活はできる。そいでも。日下藩はこの仕事をこなさないけん。そいにお前は網を産んだばかりで。そうやけど、父さんにそんなことまで。父さんのことは気にせんでええ。そいにもう仕事は決めてきと。日下藩に言うたら反対するき。明日、父さんが出てから話するんぞ。久美はそれ以上何も言えなかった。和夫が決めてきた仕事先は鉄工所だった。日銭を稼ぐには一番賃金が良かったが、職場まで歩いて片道1時間以上かかった。その上慣れない溶接の仕事で両目は真っ赤に炎症し、猛暑の中での作業はかなりの体力を消耗していった。それでも和夫は高明や亜美にひもじい思いはさせまいと、疲れた体に鞭打ち通い続けた。高志はそんな和夫に頭が上がらなかった。何としても絶対にこの商売を成功させねば。高志もまた身を粉にして犠牲になってくれている和夫の期待に応えるべく、連日連夜徹夜の作業をこなしていた。そんな生活が半年近く続いた頃、ようやく作業に慣れ、順調に数をこなせるようになった。高志の商売はようやく軌道に乗り、売り上げも安定し、生活が落ち着き始めると、和夫は肩の荷を下ろすように田舎に戻っていった。半年後には基板からラジオの組み立てまで一連の受注を受けられるようになった。とはいえ作業工程はこれまで以上大幅に増え、到底2人では賄いきれない。悩んだ挙句、高志はパートを雇い、小さな工場を始めることにした。まずは作業スペースの拡充や工具類の購入が必要となるが、手元に余剰資金がない。そこで早速銀行で融資を申し込んだが、事業計画に記載した過去の売上実績も乏しく、正直一か八かの大勝負だった。数週間後、大手電気会社の受注が取れたことで、意外にもあっさりと承認が下りた。パートの従業員も順次集まり、高志の立ち上げた作業場は、ようやくスタートラインに立った。薄利な利益で作業場を維持していくためには、一日にかなりの量をこなさなければならないが、従業員といっても経験皆無の主婦ばかり。手先の不器用な者には
簡単な部品の組み立てを頼み、器用な者には、ハンダ付けの技術を習得してもらったが、これがなかなかうまくいかない。そのため作業の工程にばらつきが発生し、その都度組がフォローに入る羽目になった。しかし、問題はそれだけではなかった。作業場といっても大した広さもない。見渡せば全員の動きがすぐ目に入る。あの人の手が遅いからこっちの仕事がたまるなど、日々女同士のいざこざが絶えず、こちらの仲裁にも手がかかった。